マツダに入社して整備士になってから早40年、コスモスポーツの前でお話ができるということに感謝しています。ユーザーさんが提供していただきましたマツダのアイコンであります。質問には愛を持ってお答えしようと思います。昨日の、動画を見てもらった方々の質問にねお答えしようと思います。語論問題ってやつがすごく反響がありました。もうコメントは100件以上あっという間に拡散するというのは本当は本意ではなくて、自分たちのその乗ってる車をどこまで分からないんだじゃなくて、分かるよう努力していない部分が見受けられるという話を昨日しました。足回りのごそごその問題にしても、時間がない予算がないっていう上からの指示でそれを遅らせて新車の次の車の方に開発に時間を割いてるとか、そういうふうな形になってしまってませんかということをちょっと問いただしたかった。現場はしっかりやってくれてると思う。本当にディーラーのお兄ちゃんもたくさん個人的にメールをいただいて、こういうトラブルで困ってるんです、本当に一生懸命やってるんです、どうしたらいいですかね、メールなんかもらえます。乗ってこられる人もいる。その中でマツダの整備士たちの中の一部は放置かもしれないけど、本当に困ってるんだなというユーザーが言うていった先にあるのは、あの人なんかクレーマーやなっていう、そういう立ち位置を持ってる整備士のもうだんだん少なくなってきて、マツダが作って売ったユーザーさんにちょっと迷惑をかけてますねっていうふうに認識をしてもらえてるディーラーの整備士の諸君、ディーラーのフロントマンの諸君、ディーラーの営業マンの方々にはよく本当に感謝です。中でそのメーカーの方でちょっと動きが鈍いというのはもう明らかな事実なので、昨日は指摘した。ただメーカーの中でエンジニアが本当にそれを後回しにしてるのかって言ったら、その時間と予算を与える上の人間がそれを指示しない限り、そこにコマンドを移せないっていう部分も大きな会社ではあるでしょう。質問にお答えしましょう。ミッションの問題は 4WD か、FR には起こらないのかっていう部分においては、2月3月以降の車の方がちょっとトラブル、販売し始めてから半年経ったのにちょっとトラブルは多いですね。やっぱりちょっと内部のシステムの入れ替えの影響があったのかで、 FR 買ったから言ってトラブルがないのか音が出ないのかって言ったら、やっぱり FR でも出てて、乗った時の1週間1ヶ月は元気よく、うわ嬉しいわけど、よくよく乗ってみるとあれとメール来てました。昨日の晩、YouTube の動画見て早速自分のエンジンかけて下乗ったらゴロンと言うてたっていう。だから FR がね出ないっていう確証はなくて、同じミッションの形式を使っているので出る可能性がある、出てる人がいるかもしれない。だから FR 買っときゃ大丈夫というのは今はまだその判断はできなくて、Android の携帯接続ね、YouTube が映るとかそういうのに関してもやっぱり接続不良がやっぱりちょっと去年の11月に上げた部分がシステムの入れ替え等によってやっぱりダメなものはダメっていう風になってしまってる。これは機種の認証が遅れてるせいです。どこどこの Android の OS を搭載した携帯電話は OK ですよとかっていう、そういう情報がちゃんと入っていって、それがフィードバックできれば携帯電話の音楽も聴けるし、携帯電話で接続したことに Android オートも使えるわけだし、それがねまたね認証の機種なんかのOK なのか NG なのかっていう部分で検証が時間をかけれていない、トラブルの後追いばっかりで、それがそもそもの原因になっちゃってると思います。つながりやすいのは前期みたいですね。
今総トータルでいうと携帯電話でどんな機種でも移りやすいのは前期というか、4月ぐらい3月ぐらいまでの車はつながりやすいけども、その後また OS のアップデートが始まってリコールが多分、この動画の影響もあったりしてあるかと思うんですが、そのたんびにその時にもしかしたらまた映らなくなる、もしくはその携帯がつながらなくなるという可能性はありますが、この問題ちょっと後で言いましょう。2月3月納車にまだ買ったけども問題がやっぱりね起こっているっていうのは、もう販売開始してあれか9月か10月ぐらい、大方半年経ってるのにまだだっていうのは、ちょっとその頃にシステムの入れ替えがあったと、担当がちょっと変わってしまって、その問題による余波が起こっていると推察できます。ドラレコとかトラブルがあるものの純正がいいと思います。外部接続機器、ドラレコがどうしたらいいっていうのはだいぶ前から聞かれてて、純正である方が安心です。その理由を言います。電子ミラーに関しては開発が遅れてます。CX90 の電子ミラーが出てますが、あれを国内のやつにつけたところちょっと問題が起こったようで、これは外部さんの情報ね、海外仕様の車とソフトウェアは全然違うんですよ。でエンジンも違う。でその中で同じ CX60 だから、同じマツダの車だから90の海外仕様のモデルで電子ミラーがいけたからあれつけれるんちゃうんっていう、そういうアンチョビなことをやってみたら赤なんだという、そういう連絡をもらっています。やはりね、電磁波の問題というか、CAN に入っていく信号とかいろいろあるんで、電子ミラーの開発がすごく遅れてます。社外パーツの問題に関してもちゃんと折衝して、つけたい、電子ミラーつけたい、それからドライブレコーダーもつけたい、それから24時間監視システムをつけたいっていう方々もおられるんですが、問題はつけてもいいかもしんないけども、こんなにトラブルがいろいろと上がってる中でそれをつけてしまうと、 USB なんかさしちゃうとそれがレコード記録されてしまうので、そのせいにされてしまう可能性がある。いやリコールはしますが、走行上絶対に安全を脅かすような問題に対してはマツダは必ずリコール、国土交通省からのリコールでそういう定義があって、人命に及ぶようなそういう事故につながるようなそういうリコールっていうのはしますが、マツダさんの営業マンがまたフロントマンが「いやお宅の何かつけておられますよね、海外製のドライブレコーダーつけてますよね、これによるリスクですよ」っていうふうに言われてしまうと、そのせいにされてしまって全てがうやむやにされてしまいかねない。もともとつなぐとそうなったんだけど、話も僕もしました。それをつなぐとトラブルが起こりやすかった初期問の OS は、今の新しい用の OS はそれでなくてもまだ残るんですが、現場の判断としてはマツダの車の問題ではなくて接続機器の問題として買わされてしまったら、取り付けた皆さんが損をします。そこです。それ大事なことです。社外品のね何々をつないでテレビが映らないとか YouTube 見れるとか見れへんとかっていう問題ね、安全か安全でないかっていう話とまた別に、今マツダのそういうシステムが不安定な部分があるのを、マツダのシステムもしくは機材機械車の問題なのに、これほど情報が上がっててもその機材のせいにされてしまったら、その機材をつけちゃった人たちはクレーム対象外になってしまう。それはそうです。マツダの車の問題かもしれないけども、その機器の問題かもしれない。昔のパソコンでね、 USB に何かつないだらなんかパソコンが不安定になったっていう問題が昔はありましたよね。タイプ A の頃にね、ドライバーがインストールされてませんって出てきましたよね。 Windows95、 ああいう状態が起こるわけですよ。その時にBIOS じゃなかったキャッシュでね、そういうトラブルが上がってますよっていうふうに残ってしまうと、指示規定の中のキャッシュの中に残ってしまうと、あなたこれ繋いだでしょ、だからちょっと保証範囲外ですって言わざるを得ない。どんな機材をつなぐかわからない、どんなミラーをつけられるかわからない。
どんな OBD の短所に何かをつけられるかわからない。これはエンジニアとして、文系の方々はちょっと疎いかもしれないけど、エンジニアとしてやっぱパソコンにつなぐデバイスとして考えると、ちょっと社外品つけた時にそれが車のせいだったとしても、その機材のせいにされてしまうと皆さんが損益を被る。それはやっぱり避けたいじゃないですか。ならばドライブレコーダーはまずは純正、ミラーもちょっとマツダが作ってくれるまでちょっと待ちたいじゃないですか。でこういうお話をした中で、今買っちゃった人っていう方々にお話をしてると同時に、今から買おうとしてる人、予約入れてる人、キャンセルしていいと思います。予約入れてる人は入れれたら。初物には手出すなとかって、そういうね声も聞こえてきますが、本当にね、確かに、ただ我々が思った以上のトラブルをちょっと抱えちゃって、それに対してのアプローチがなかなか進んでいないという話を昨日挙げた通りあるので、我々がこれから乗っていくために何をしていったらいいかっていうのは、結局のところ何もつなげることができない。だったらそういう車は買わない方がいいです。そして他社に乗り換えるべきです。ただ問題が一つ、今のクラウド化されと情報がクラウド化されて、車同士がつながっていく、メーカーと常に車がリンクされている、宇宙の交信でつながっているという車というのは、ほぼ全てこの問題を抱えています。問題ではない言い方悪いけども、問題ではなくて、まだ過渡期なので、もうざっくり言ったトヨタさんにしても、そういう車をつなげるサービスを展開していく中で、どこのメーカーでも古いデバイスを使ってるね、5分で盗めますっていう、そういう車作っちゃってるところはまだだけども、でもそこも出してる最新機種であったり、トヨタの今のね新しいいつかはなんとかとか、それから電池で動くねかっちょええやつとか、ああいうやつは全部今そういう問題というよりも、問題どう取り組むんだっていうところに差し掛かっています。だから皆さんもそれを気をつけて買っていただきたい。もしくは2年我慢できるならば安定してから買われた方が僕はいいと思います。マツダのことを本当に思うから、今期待して買ってトラブルやもう二度とマツダは買わんっていうコメントがずらっと並びましたが、そらそうだ、500万も600万も出したのにまさかこれはないよねっていうのが起こってて、その対応が後手後手になっていって、僕が半年前に挙げたように、いろんなものをつないじゃダメだよっていうところは結局ここに着地点として、つないじゃったから車じゃなくてそのせいだって言われてしまったら、皆さんの車は優勝で直さなきゃならなくなるっていうところに今着地点が見つかりました。なのでできるだけそういう社外品をつながないように、ノーモレ乗っていただけるように、その上で胸を張ってマツダにこの車じゃ乗れないよって言っていけるようにしないと。そしてやっぱそれでもマツダがちょっと遅いというならば、やっぱり我々は乗り換えというのも視野に入れていかなきゃならないのかな。マツダが好きだけど、いやもちろん僕の場合はあれですよ、今まで買ったアテンザとかCX5 とかね、うちの姫ちゃん号とか、それからマツダ6とかもちろんずっとあります。ただ CX6 に関してはちょっとミッションの問題がね、ちょっとこれハードウェア的な部分でなんか起こってると。うちの車はまだいいのよ。うちの車はいいよ。いいけども、これがもしソフトじゃなくてハードウェア側で問題があった場合、設計が悪いんだったらマイナーチェンジする、年末に来るかもしれへん、恒例の年次改良なんかのモデルに乗り換えないと、ハードウェアの設計側でもし問題があるんじゃないかっていうところにたどり着いちゃったら、ソフトをなんぼ書いても治らんということになると、マツダさんがここで全員のトラブル出てる方々のミッションを交換します、だから物資を全員交換しますっていう、そういう英断をしていただければいいんですが、そうでない場合はちょっ
と松田好きだけど好きだから仕方なく乗り換えるかという決断もねしなきゃならない。だったら初期物買った人どうなるのと。もうその今まだ支払いまだ僕も何回か払ってんけど、残債整理はどうするの。困ったよ、本当に困った。これ残債整理をしてから乗り換えるっていうそのリスクというかさ、僕はこれを言っちゃうとみんなもじゃあ俺も乗り換えようとはならない。なぜなら乗り換えれない。普通そうなのよ。俺も乗り換えれないよ。そう支払いそこよ。乗り換えたいよ、後期が出るならば。年末ぐらいにね、アテンダなんかもそう新型が出ました。ものの見事に1年半1年ちょっとぐらいで年次改良というマイナーチェンジが入る。バンパーが変わったりいろいろ変わるし、ハードウェア的に担保されてるかもしれないと思ったら乗り換えざるを得へん。いや本当はこのまま乗りたいよ、直せるならば。いやだって前期は前期のミッションをそのまま使われても何回乗せ替えしてもまた1万キロ走ったら音出るやんっていう話になるじゃない。そこが問題ね、我々の問題として。だけど俺は本当にその愛を持って語りたいから、この話を大きく取り上げて、自分でも明日結局2台来ることになりました。 CX60 が全部で3台ほどちょっと上げて下回り外してどこから音が出るんかっていうのをね検証していきます。皆さんがちょっと今不安に陥っちゃっているけども、気がつかないだけならば早めに見ておいた方がいい、絶対に。で早くセールスに言うとく、営業に言うとく、現場に言うとく、僕の今出てるからねって、出てるからねって。これちょっと今音ちっちゃいけど、これ車検の時に音が大きくなった時に知らんでっては言わせへんでってちゃんと確認しといてよ。営業マンさんとかフロントマンに僕のもう音出てるからねって。でないと、いや3年経ったんでもう無理ですとか、いやこんなもんですって言われてしもたら、おいっていう話になってしまう。今のうちにね、我々ユーザーはディーラーさんにちゃんとお願いして、これちょっと音がひどくなるんやったらミッション変えてよと。ソフトウェア変えても直れへんねんから、ソフトはインストールしても直れへんねんからっていう、そういうところに着地点を作って、まだまだ乗っていかなあかんねんから。5年10年15年このチャンネル見とる人で多くの方が最後の新車やと思って買った人がようけおるはず。その方々の代弁者として何かいらないものつけちゃって、もうディーラーさんに言ったら、いやもうちょっとミニなんですよと。あなたこれ新車の時に新車の営業マンにつけてもらったよって言うたら、そこはちゃんとついてよ。テレビキャンセラーつけても OK って僕言われたからつけましたやん。あ、そうでしたやったらディーラーのニートの責任やからな。責任の所在をはっきりしておこう。このテレビキャンセラーは誰がつけたんですか。いや残念なことに自分でつけちゃったらそれはもう残念なことになるけど、でももしその新車のディーラーの時の新車手入れの時につけてもらってるんやったら明確にしておきましょう。3年後になんかトラブルになった時にというお話をして、マツダのねアイコンであるそのコスモの前でちょっと本当のマツダ愛だけど、マツダのユーザーである愛、買った人の気持ち、買う前の下馬評とか他社さんのその下馬評ではなくて、買ってみていろんな人の声を聞いた上で、枯れた整備士、最初に冒頭に言うてマツダに入社して整備士になって40年経ちましたが、僕からアドバイス、強烈なアドバイスができるとするならば、長く乗りたいならそういうリスクは避けて通ってほしいなという。そして大きく壁が山が動くことを期待するという動画になりました。提供していただいた広島のね、もう本当にもう方にはすごく感謝です。いや本当に広島のユーザー多いんですよ本当に応援していただき感謝いたします。これからもね、マツダというよりもマツダのユーザーが助かる、喜ぶ、喜ぶはちょっと少ないかもしれない。だけどユーザーのためになる動画を作っていきますんで、高評価だけしてください。昨日の動画さ、
朝まで1万5000とか回っとったわけやん。コメントも100件超えや、思った以上にすごかったよな、反響というか。みんななってるやん、あの調子でいったら。みんな気がついてへんだけで。音ね、音ガシャンってやつな。リコールで書き換えても治らへんし、じゃあミッション変えてくれんのかって言ったらさ、もうズルズルとで、もうどんどん音大きなってもって、なんか日もさちも動けへんなってもってから、正直ほとほと愛想が尽きたっていうのも正直な意見や、ユーザーもそうやし、俺自身もそうで、でついの先日、なんとレクサスに行ってきましたもうどうにもこうにもならんねんやったら、もう叩き打ってもってもレクサスにしようと。レクサス見に行ったけど、なかなか出えへんマツダ6に近い、やっぱセダンで行こうっていう話になって、ES ってやつがあるわけや、レクサスのな、中古車を買おうともう新車高いやろから、思うたらさ、我々が言ったの新車しか置いてなかったんな。あれ多分全部新車やんな。探してもええか悪いか分からへんから、ひとまずじゃあちょっと乗ろういう話になってんな。これ、試乗車ね。そう、試乗車。650万から750万ぐらいまでの間やねんな。ES っていうフォードはセダン。でも FF やね。FF。ちょっとなぁと思いながら乗ってみたんやんか。まあ、レクサスやから。全国のこのチャンネル見てる人で、レクサスファンの人は多分おらんと思うから、ポロッと言うけど。言ってファンの人もおるできっと。おるかな。どんな思った？なんで言わすのなんかすごい嫌やわそれ。なんか全部の敵をターコにしようってだってターコちゃんに言いませんけど、俺の口からアンチじゃなくて罵倒になったらかもしれへんやんか、そんなの。何が買わへんな。買わへんな。まず乗り心地がさ、いや、もともとなんでそれ乗ろうかっていうのは、安全制御知りたかって、レクサスの。もともとはそうやね。で、マツダの安全制御と、トヨタ、もしくはもうレクサスの安全制御の差はどう違うんか、レーンキープはどうなるんや、で、歩行者はどういうふうに判断するんやっていうのを知りたかったんや。だから半年落ちぐらいのトルコ落ちの新興車を買うて、1年ほどでバイバイって手放すんやけど、そんなんレポートしてもしゃあないや、1週間とかレンタカーとか借りてさ、乗ってオルコ化もしてみて、どんな感じ？そう、1万キロ走ってみて、遠方、友達の車借りるとかさ、あれじゃあレポートにならんやん。いや、友達貸したくないやろ。バラされるん分かった嫌やって言う。開けてみたいわけや。嫌やって言う。で、比較してもっとマツダにレクサスこんなんやのにって言える人が少ないやん。で、言うたところで、あ、そうですかで終わってもけど、俺が言うと一気に拡散されるから。でもディーゼルじゃないやん。そこ遅かったんな。ディーゼルじゃないよな。遅かったんな。いや、遅いっていうか、エデ君も言おったやん。こうやってエンジン消えてるとかって言ったらかかってますけどって言って後ろから言われよったやん。なんか乗った気せんやろ？もう金に侵されてんねん、松田金に。なんか遅いし。エンジンがかかった気がせえへん。ほんで、市場だけたっぷりとさしてもうた後に、普通は駐車場そこ止めてくださいね。じゃあこちらへっていう前に、じゃあありがとうございましたって言って帰ってってことやんな。もう、ないわと。ちょっとこれ、マツダ6と変わらんやん、乗り心地。っていうか質感というかさ、これ何よ、このザクの、なんかこんなスイッチやんねん、ここに。なんかあったやん。ザクって今古いよな。口についたやつ。違うよ。今やったらウタちゃんみたいなやつやろ。丸い、なんていうの？でも回らへんかったらあれボタンやで。そうやね。ここメモリーついてんねんけど。右はボタンで、左がなんかセレクターやってんな。回るかな。それがさ、メーターがひょこっと動くまではええねんけど、マツコネみたいにこのでかい真ん中の画面じゃなくて、メーターパネルの中で、隣やったね。ちょこちょこ、この愛して見えへんが見えへんねん、俺ら。あれさ、50代、60代のおっさんがさ、買う車にしちゃちょっと字がちっちゃくないですか？でも乗ったんがスポーツタイプってやつやったからじゃん。
それもあったんか。あ、違うわ。そんなことはない。いや、あるか。いや多分みんなそうやと思うねんだけど、だからあれがな400万ぐらいやったら同じようなのな、400万ぐらいとこれちょっとおいマツダ6と違う味でいっぺんに楽しもうかなと思うねんけど、650万かと。いや、でも遅いやん。物足りんことない。遅いっていうか、そうやな。入れ感的に物足りんやろ、多分。乗った感がないよな。まあ今の車ってああいうのが普通なんかな。だから安全制御にたどり着く前に基本的なベーシックな部分で物足りなさをその金額に、マツダ比率の金額マツダがさ、マツダ6が400万やのに、レクサス650万って言うたら、まあ 1.5 倍以上の、なんか乗り心地というかな。期待してもたそう、期待して乗ったのに、横プラスチックやし、あれみたいな。スイッチ、ペロペロやったかな。昔のなんか、パワーウィンのスイッチとかさ。でも後、これ乗ったらちょっとなんか、作りええなと思った。作りええなと思ったな。650万のレクサスよりこっちの方が、なるほど、一般、俺、コスト高いよ CX60 はって言うてるゆえんがよく分かった、俺松だから抜けてないから、物足りんな思ったけど、よかったな。あれ乗った後やからちょっとそんな思ったわ、でさ、もうその松田にちょっともう見下り班をひっつけてやな、こいつ叩き打ってやな、レクサスでも乗ってやろうかなと思って行ってやな、思いよったら今朝5時にな、チリリンとチーフや。もしもしーって電話かかってきて、朝の5時やで。何しとんって、今から帰りますって電話かかってて、今までやっとったんって、はい、やってましたって、ミッションだけで、って、宿題いただいたので、っていう。すごいな、あれは。頑張ってんねん。チーフたちは何とかしようとね。ただそれの時間がないから、夜中のうちにせなあかんとかさ、それってどうなんよな。ちゃんと時間が限られと、そうやね。そこが何とかしてほしいよな。自由に、ほんで昼間とは言わんけど、その朝帰りせんで環境で、そういう改善を繰り返せる環境をちゃんと上の人間がちゃんと構築してやってもらうならまだしも、自分の時間どころか寝る時間を削らなあかんっていう状況になってしまってる。本当やね。それをちゃんとなんか分かってんのか上の人間はって言いたくなるよな。ところで話変えてさ、俺今日やっぱ LS 買いに行こう思うね。いきなりそこなの。いや、男は一度は、もう見てもたんや、レクサスで。こんな長い5メーター200ぐらい。見たよ。流れでよ。新車からへんで。まあ、そらそうやろな。4年落ちか5年落ちのマイナー前ぐらいの、ビヨーンと長いやつにちょっと乗ってみてやな。あれの、あの辺で手打ったのかな思って、安全制御、自動運転どの辺まで、レーンキープトヨタの1世代前になるけどな。乗ってからさ、買わなもまた嫌やで。なんか見た目だけやって、こんなんて思って、それ乗るの、ずっと。今日行こう。一人で行ってき。